ラフトのアドオン制作者の皆さん、ブロックの制作、めんどくさくないですか？めんどくさくない？楽しい？でも、単純作業、結構あるでしょ？ブロックの定義とか。とにかく、ブロックの JSON ファイルジェネレーターを作ってみたので紹介します。また、とか言わないでくださいね。まずは、このページにアクセスしましょう。概要欄にもリンクがあるからそっちも見てもらうこととして。このページを開いたら、少しスクロール。何やらいかつい画面が見えるでしょ？これがジェネレーター。とりあえず、基本設定の欄のブロック ID を埋めてみましょう。一番上にあるやつですね。今回はテストブロックとでも。そしたら、右側に何やらスクリプトが表示されるはずです。これが生成される JSON コードですね。正直、これで終わりにしてもいいのですが、もう少し設定項目を見てみましょう。今入力してる表示名の部分が、このブロックがゲーム内でどのように表示されるかを定義づける部分です。ラングファイルを用いて定義する方法もあるのですが、こっちの方が楽でしょ？次のクリエイティブカテゴリーについては、もはや説明は不要だと思います。テクスチャー設定も見てみましょう。これをクリックすると設定が表示されて、面によってテクスチャーを変えたり、ショートネームを設定したりできます。ちなみに、設定をスルーすることも可能です。その場合、アイテムの名前、今回で言えば、テストブロックがそのまま設定されます。いちいち設定するのはめんどくさいもんね。続いて、ブロックの設定も見てみましょう。これが一番肝になる部分かな。ラベルを見たら何が設定できるか一目瞭然だと思います。採掘速度とか、爆発耐性とか、ブロックの性質を決める部分ですね。可燃性のトグルをオンにすると、この部分をもっと詳細に設定できます。燃え移る確率係数とか、消失する確率係数とか、こんな設定もあるんですね。ジオメトリ関連の設定もあります。このカスタムジオメトリのトグルをオンにすると、見るからにややこしそうな設定が登場します。一番設定が大変だったところです。上のジオメトリ ID というのは、ジオメトリーテストブロックみたいな立体ブロックを設定するときのジオメトリ名です。ここは当然空欄のままでも OK ですが、立体ブロックを制作したいときはここも設定してみましょう。ちなみに立体ブロックの制作方法については、以前に投稿した記事も詳しいのでこちらもどうぞ。さらにその下にあるのは当たり判定の設定です。こちらもお好みで。さて、サクサクいきましょう。お次はその他の設定。ここに見えるトグルをオンにすると、ブロックを回転可能に設定できます。スクリプトの量がだいぶ増えたのがわかるでしょうか？ブロックを回転可能にする方法については、以前の動画でも紹介していたりします。そのスクリプトの流用ですね。一番下にあるのは、カスタムコンポーネントの設定です。要するに、ブロックを右クリックした時の処理とか、壊した時の処理みたいなのを定義して、より自由にカスタマイズする機能ですね。これについては結構専門的なので、詳しくは割愛しますが、今後の動画で深く触れる予定です。さて、一連の操作が終わると、右側にスクリプトが表示されます。あとは、これをコピーして使うだけですね。その前に、何もしないアドオンが必要なので、まだ作ってない人は、先に作っておくと良いと思います。以前に紹介したアドオンジェネレーターが使えるかな？ここにあるアドオンの名前と説明文を入力するだけで、簡単にアドオンのテンプレートをダウンロードできます。COM モジャングのデベロップメントベハビアパックスの中に BP を、デベロップメントリソースパックスの中に RP フォルダをそれぞれ入れれば OK。こちらの動画でも使い方を説明しているので、よければどうぞ。そしたら、Behavior Pack BP のフォルダを開いて、ここで右クリックして Blocks というフォルダを新規作成します。すでにある場合はそれを開きましょう。この中でブロックの定義を行っていくわけですね。さらにこれを開いてファイルを新規作成して、ブロック名進という名前に改名します。そしたら、これを適当なテキストエディタで開いて、先ほどのジェネレーターのページに戻ります。
ダウンロードとコピーのボタンがありますが、今回は右側のコピーのボタンを選択しましょう。そしたら、このコードがコピーされるので、先ほどのテキストエディタにこれをそのまま貼り付けます。これでブロックの定義が完了しました。でも、これで終わりじゃないんです。そう、テキスチャーの定義ですね。正直ここから先はジェネレーター関係ないので、知ってる人は飛ばしてもらって大丈夫です。まずは、リソースパック RP のフォルダを開いて、その直下に、ブロックスズスンを作成します。これをテキストエディタで開きましょう。そして、さっきのジェネレーターのページをもっとスクロールしたところにある、ブロックスズスンの内容をコピーします。それをそのまま貼り付けましょう。ここでは、このブロックの音やテキスチャーを割り当てています。編集するべきなのは、上のブロックの ID と、下のテキスチャー名。先ほどテストブロックとしたので、上はこの ID 名に、そして、下は、テクスチャーのショートネーム、つまりテストブロックになりますね。サウンドはストーンになっていますが、必要に応じて、ウッドやウールなどにしてみるのもいいと思います。続いて、リソースパックのフォルダに戻ってテクスチャレスフォルダを作りましょう。すでにある場合はこれを開いて、さらに、ここに、テラインテキスチュアズスンという新しいファイルを作成します。これは、先ほど紐付けたテクスチャーのショートネームとテクスチャー画像のパスを紐付けるものです。そしたら、同じように、テラインテキスチュアズスンのテンプレートもコピーしましょう。そしたら、先ほどのズスンファイルを開いて、これを貼り付けます。編集するべき場所は、ブロック名の2箇所、テストブロックとなっている部分ですね。それが完了したら、最後に、先ほどのテクスチャレスフォルダに戻って、新規に、ブロックスフォルダを作成しましょう。16×16 のサイズでブロック画像を作成して、この中に先ほど定義したパスの通りの画像ファイルを置きます。今回の場合、テストブロック PNG となりますね。それが終わったら、ブロックの制作は完了です。ワールドを新規作成して、アドオンを有効化しましょう。クリエイティブにして、チートもオンにするとわかりやすいかも。これでゲーム画面を開くと、何やら新しいブロックが追加されてますよね。ちゃんとさっき定義した表示名通り、テストブロックになってます。特にこれといって効果はないけれど、ちゃんと配置して建築ブロックとして使えることがわかりますね。テクスチャーや図数ファイルの中身をいろいろ変えることでお好みにアレンジできます。という感じでこのジェネレーター、使うことができます。後半は、ただのブロックの作り方解説になってしまいましたが、一緒にテラインテキスチュアズスンとかブロックスズスンも自動で作れたら楽しそうですよね。そういうジェネレーターも開発中ですので、しばしお待ちください。ということで、今回の動画は終わりです。次回は、もう一つ、大型ジェネレーターの紹介と解説をやりたいなぁと考えてます。